あなたは自分の体から木が生えてくるという恐怖に耐えられますか？今からわずか5年前の2017年1月、バングラデシュにあるダッカ医科大学病院にある親子が駆け込んできました。どうか娘を助けてください。そう医師に頼み込む父親に連れてこられたのは当時10歳のサハナ・カトゥン。彼女は大きな瞳を持った美しい少女だったんですが、何かの病魔に襲われているのは一目瞭然でした。なぜなら彼女の顔のあらゆる場所からあるものが突き出していたから。その突き出していたものとは樹木のような出来物だったんです。突然少女の顔に現れた木のような巨大な出来物。果たして医師たちはその巨大な出来物の治療法を見つけることができるんでしょうか。それは奇病に挑む人類にとって過酷な戦いを意味していました。オソスプラスイオン放出中、ケンちゃんです。マイナスイオンの申し子、闇闇子ですわー。中和プラスイオンで中和。皆様に本日ご紹介するのは世界的にも珍しい病気で苦しんでいる人たちなんです。難病って言ってもさ、私たち誰もがいつ発症するか分かんないようなものなんでしょうから、自分がもしなっちゃったらみたいな感じで見るわよ、今回は。そうですね、もともと生まれつきでなる人もいれば、後天的にね、生まれた後にあることがきっかけで、そういう難病になる人もいるんですけど、早速本日ご紹介する少女に一体何が起こったのか見ていきたいと思います。残酷な診断。今から遡ること5年前の2017年1月、バングラデシュのバルチョーラという小さな村。そこでサハナ・カトゥンという10歳の少女が父親と2人きりで貧しいながらも幸せに暮らしていました。そんなある日のこと、父親が娘サハナの顔の異変に気がつくんです。サハナ、また顔の出来物が大きくなっていないか？サハナは2歳ぐらいの頃からすでに顔に小さなイボができていたんですが、それほど大きなものではなかったんです。そのため父親も気にせずそのまま放置していました。しかしその後数年経っても消えることのないサハナの顔の出来物。父親は娘が年頃になる前に消えない出来物を治療してやりたいとは思っていたんですが、貧しかったこともあり病院へは行きませんでした。そして10歳になったサハナ、彼女は美しく成長したんですが、顔のイボはというと、なんと今までいないスピードで急に巨大化し、まるで木のような不気味な形になってしまったんです。さすがに焦った父親は村から250キロも離れた首都ダッカの病院にサハナを連れて行きます。美しい娘の顔からどうかこの出来物を取ってください。この父親の言葉を聞きながらサハナの診察をしていた医師はしばし悩んだ後こう告げたんです。おそらく娘さんはツリーマン症候群です。聞いたことあるわよ。そうですね、結構日本のテレビ番組とかでね、取り上げられることも多いんで、皆さんの中でのね、ツリーマン症候群知ってらっしゃる方結構いるんじゃないですか。でもこれ治療法は見つかってるわけ？これそうですね、そこら辺のね基礎知識も含めてね、なんとなくテレビで知ってるってだけの人も多いかと思うんで、というわけで本日のメタルキーワード、ツリーマン症候群について解説していきたいと思います。正式な病名は前遊状表皮発育異常症。この病気はある2つの要因が揃った時に発症すると言われているんです。一つはイボの原因でもあるヒトパピローマウイルスに感染すること、もう一つは遺伝子にある免疫機能障害を持っていること、そして発症した人は主に手足に木や樹皮のような硬いイボができるんです。現在この難病の発症が確認されているのは世界でもわずか5人程度。その中でもサハナは初めての女性の発症者でした。しかも不運なことに今までの発症者は最初はだいたい手足からイボができ始めたのに対してサハナは顔からできてしまったんです。なんじゃこの病気の特徴であるさ、その樹皮みたいに見えるものってイボってことなの？そうなんです。イボが珍しくないようにね、この病気のね原因であるヒトパピローマウイルスってのは人口の7割から8割、めっちゃ噛むな、がね感染している、誰にでもねもう1回はなったことがあるんじゃないかというね、そんぐらい珍しくないウイルスなんですよ。そんなありふれたウイルスなのに世界で5人しかこのツリーマン症候群発症してないってどういうことなの？結構子宮頸がんのね原因にもなり得るよくあるウイルスっちゃウイルスなんですけど、でも良性であることが多いんですよ。結果本当に何がツリーマン症候群の原因としてつながってるかというと、免疫機能障害なんです。免疫機能障害、通常人がこのヒトパピローマウイルスに感染すると体の免疫機能が働いてウイルスを死滅させます。たとえそれができなくても多くの場合はイボができる程度で収まるんです。しかしこのツリーマン症候群を発症してしまう人の体では遺伝子の異常によりこのウイルスを倒す免疫機能が働かないんです。ただ一番恐ろしいのはそこではないんです。なんとその免疫機能のエラーにより体が細胞に間違った指令を出してしまうんです。その指令とは
イボを巨大化させろ。最悪な指令だそれ。つまりこの遺伝子を持っている人はヒトパピローマウイルスによってイボができるだけではなく、それを自ら成長させてしまうという怖い病気なんです。遺伝子の問題だなんてもう本人たちにはどうしようもないんじゃないのよ。そうですよね。さはなちゃんどうなっちゃうわけよ。まあそこが気になると思うんですけど、うんその後ね、一体、どうなったのか、そして医師がね、その後どうしたのか見ていきたいと思います。このツリーマン症候群によってできたイボには巨大化するという点以外にも恐ろしい特徴があります。その特徴とは発がん性。イボに日光が当たり続けると悪性化し、がんになる可能性が高くなるんです。こういった特徴を鑑みてサハナの医師が選択した治療法は切除手術。そして担当医師はサハナと父親に初期の症状でこの病気としてはイボも小さいから大丈夫、簡単な手術で全てすぐになくなるでしょうと告げたんです。医師が言うならまあちょっと安心できるけど、そもそもこの病気は昔からあったものなわけこれ。存在自体はね、はっきりとは分かっていないんですけど、こういう病気あるよっていう世の中に分かってきたのは結構最近なんです。まだ世界で5人しか発症してないんだったらさ、その研究とか大変じゃない？おっしゃる通りなんです。このツリーマン症候群のね、解明ってのは確かに難しいんですけど、少しずつ前進してるんです。そしてその背景には、実際にこのツリーマン症候群にかかってしまった男性のね、ある壮絶な人生があったんです。ツリーマンと呼ばれて遡ること15年前の2007年、インドネシアの西ジャワ州にあるのどかな村。そこに村の人々からツリーマンと呼ばれている男性がいました。男性の両手足は硬く巨大な樹皮のような物体で覆われ、顔には無数の丸いイボ。この男性こそツリーマン症候群に人生を振り回された当時36歳のデデコサワでした。そして当時の彼の仕事はそのツリーマンの見た目を売り物としたサーカスでの曲芸。当然デデにとって病魔に襲われた体を晒す仕事は屈辱的なものだったんですが、彼がつける仕事はそれしかなかったんです。デデコサワは15歳の頃からイボができ始め、25歳の時にはイボは日常生活に支障をきたすほどに成長。そのイボの重さは片手だけでなんと約2キロもあったというんです。なりわいとしていた漁師の仕事も辞めざるを得ず、妻からは離婚され実家で暮らしていました。日に日に大きくなるイボに恐怖を感じる毎日でしたが、デデはそれでもある2つの目標を持ち続け、一生懸命生きていたんです。その一つはある愛する人への経済的援助。これはサーカスで見せ物になるというきつい仕事を選んで働き続けた理由でもあるんですが、その愛する人とはデデの子供たち。デデには離婚した妻との間に2人の子供がおり、彼は少しでも子供たちの役に立ちたいと考えていたんです。いいお父さんや。そして早く病気を治し、普通の仕事についてもっと父親らしいことがしたいと望んでいました。さらにもう一つの目標は恋愛し結婚すること。デデにはすでに好きな人がいて、病気が治ったら真剣に付き合って結婚したいと夢見ていたんです。デデさん難病に起こされててもすごく真面目でいい父親じゃないの。いや、そうなんですよ。デデさんとね、離れて暮らしている子供たちもお父さんのこと大好きで、デデさんが入院するときはね、泊まりがけでね、一緒にね、付き添ってくれるらしいんです。もうそんなん聞いたら絶対治ってほしいわよ。そんなね、辛い病と戦いながらも一生懸命生きるデデさんなんですが、そんなデデさんにとある救世主が現れるんです。ツリーマンと揶揄されながらもサーカスでの仕事に懸命に取り組んでいたデデ。そんな彼にあるアメリカ人医師が興味を持ちます。その医師とはアメリカメリーランド大学の皮膚科医師アンソニー・ガスパリ。ガスパリはデデが奇病に襲われ苦しんでいることを知り、その病気の原因と治療法の究明に名乗りを上げたんです。そしてアメリカのあるテレビ番組と協力し、取材も兼ねるという形ではるばる海を越えてデデに会いに行くことに。このガスパリのデデへの訪問はテレビでも放映され、ツリーマンとしてのデデの姿が世界中に知れ渡ることになるんです。ガスパリは取材の中でデデにイボのサンプルを取らせてほしいと頼み込むんです。デデはすでに地元の病院で数回にわたるイボの切除手術を受けていたんですが、イボはすぐに再発してしまい全く改善していない状況でした。そのためデデはガスパリの申し出を快く受け、自分のイボのサンプルをガスパリに提供したんです。そしてガスパリはイボのサンプルをアメリカに持ち帰り研究を開始。これはちょっとガスパリがどうにかしてくれるのを願うしかないわよ。そんなガスパリはですね、アメリカで寝る間も惜しんでひたすらイボの研究をしていたんです。そしてそんなガスパリからデデさんにある知らせが届くんです。
インドネシアで病魔と戦うデデにアメリカから一通の手紙が届きます。それはこの病気の原因がヒトパピローマウイルスと免疫異常であることを突き止めたガスパリからのもの。ガスパリの手紙にはデデの化学療法とビタミン療法という薬による治療の提案が書かれていました。イボは切除しても再発するため、今までの切除治療だけでは意味がないと結論付けたガスパリ。彼はこれらの新しい治療のためデデを渡米させる計画を立てたんです。この提案に期待を膨らませたデデとその家族はその治療を受ける決心をします。しかし実際にデデが次に行った治療はインドネシアでのさらなる切除手術。なんでやねん。なんで？それはですね、インドネシア政府とアメリカ人医師の、間に起きてしまった医療的な見解の違いが原因だったんです。ガスパリによるデデへの取材やスリーマン症候群の解明はマスコミにより世界中に知れ渡り、当然インドネシア政府も知るところとなりました。そこで政府は世界的に珍しい病を抱える自国民を救うため特別医療チームを作り、大規模な切除手術を決定したんです。つまりインドネシア政府はガスパリの治療法を参考にしつつも、この時もなお切除手術で治療が可能だと考えたんです。この治療は政府主導のため、デデやその家族はその決定に従うしかありませんでした。ガスパリにもインドネシア政府を止める権限はないため、2008年8月デデは渡米することもなく切除手術は決行されたんです。結果、体にあったイボの約 90% 以上、重さにして約6キロものイボが切除されました。切除手術直後のデデのイボはほとんどなくなり、医師たちはメディアに手術の成功を伝えます。しかしその数ヶ月後、イボは再発。再び大きくなりだしたイボに困惑したインドネシア政府はやっとガスパリの治療に協力的になるんです。ただ世界が注目する治療の主導権は握りたいインドネシア政府。さらにガスパリが進める薬や化学療法は長期間にわたる治療が必要だったので、いち早く治療の成功をメディアに発表したい政府は焦り始めるんです。その結果、インドネシア政府はガスパリの投薬治療に手をつけるも、その工程を全て終えないまま再度の切除手術や皮膚移植を決行。再び見た目的にはかなり回復したデデをメディアに公開し、その後退院させてしまうんです。しかしやはりその後も再発は止まらず、その度に切除手術を余儀なくされたデデ。彼は治療してくれた政府に感謝を示しつつも、ガスパリの治療法を試すことができなかったことに後悔を感じていました。こうしてインドネシア政府の保身に振り回されたデデは度重なる手術の末、2016年1月45歳の時、合併症により死亡。本当に正しい治療が行われてたのかしらって疑っちゃうけどね、私。世界が注目するこの案件に政府がわざわざ介入してきたってところで、なんかこう裏があるんじゃないかとかいろいろ勘ぐっちゃいますよね。デデさんは亡くなっちゃって、結局スリマ症候群は解明されずじまいって結果になったけど、結局それで終わりなわけ。それがですね、デデさんが亡くなった後もこのツリーマン症候群の解明に奮闘するもう一人の男がいたんです。戻った手足。今から5年前の2017年、話はバングラデシュの首都ダッカに戻ります。実は先ほどのサハナ・カトゥンちゃん10歳が駆け込んだダッカ病院では、すでにもう一人のツリーマン症候群の患者の治療が行われていました。その患者とはアブル・バジャンダル26歳。一通りの治療を受けた彼の手足は多少のイボは付着しているものの、普通の手足と変わりなく機能面も問題ないようでした。そして3歳になる可愛い娘を抱き上げ、まさかこんな日が来るとは思わなかったと嬉しそうに話しながらも、ツリーマン症候群と戦った恐ろしい日々を振り返るんです。バングラデシュのクルナという町で育ったアブルがツリーマン症候群を発症したのは10歳の時。当時イボの大きさは気にする程度ではないため放置して、成長した彼は人力車引きとして働き始めることに。ところがアブルが25歳になる頃にはそのイボは巨大化し、仕事も辞めざるを得なくなります。すでに妻と幼い娘がいたアブルは、その娘を自分の手で抱くことさえできなくなったため、ダッカ病院に助けを求めたんです。こうして2016年1月から数回に及ぶ切除手術が行われ、彼は見事に普通に近い手足を手に入れたんです。アブルが受けたその切除手術のいずれな切除手術のその合計回数はなんと約25回。取り除いたイボの重さは約5キロ。さらに手術後の経過は良好だったため、担当した医師チームは完治したと確信したんです。アブルさんはさ、切除手術してさ、うまくいったケースじゃないこれ。だったらこれ同じ病院のサハナちゃんも大丈夫なんじゃないのこれ。そう簡単に言ったらもうこんな動画にしてませんよ、もう。ではサハナちゃんのその後っていうのは一体どうなってしまったんでしょうか。
一瞬の安堵。ダッカ病院で行われたサハナのイボの切除手術は無事成功し、安心した父親とサハナは村へと帰宅しました。しかしその手術からわずか1ヶ月後、サハナの父親は困惑しながらメディアにこうコメントしました。サハナの顔に前より速いスピードで新しいイボができている。そうなんです。サハナのイボはすぐに再発し、その成長スピードは以前にも増して速いというんです。最悪。もう病院は再三にわたりサハナの再手術を提案したんですが、父親は以前よりも悪化したのに再手術なんて受けさせたくない。うちは貧しいから治る保証もないのに仕事を休んでまで入院させられないんだと切除手術を拒否。そのため病院側もこの再発に対する対処はできないんです。そして現在サハナの状態は不明のまま。確かにさ、治る保証はもうないのかもしれないけど、治す努力は続けてほしいわね。ちなみにですね、病院のね治療費とかっていうのは政府とかがね負担してくれるんで、その心配はないんですけど、お父さん的にはね治療法自体にね、疑心暗鬼になってるんじゃないかって、そう思うんです。でもさっき同じ病院でさ治療したアブルさんいたじゃない。アブルさんの経過は良かったのに、人によって何か切除した後の経過って違うのかしらね。それがですね、経過が良好だったアブルさんにもですね、結局ねまたある変化が起きてしまうんです。そうだったの？アブルは2016年の治療開始以来、ダッカ病院内に家族3人で住んでいるんですが、そんな生活が続いた2年後の2018年5月のある日、彼は病室から自宅に戻り、病院に戻ってこなくなるんです。この行動は実質あるものからの逃亡だったんです。それは再発の恐怖。確かにアブルの術後の経過は良好で、残すは手足の見た目をきれいにする整形手術を残すのみ。しかし2018年に入り、彼は少しずつイボがまた大きくなっていることに気がつくんです。再び日に日に成長していくイボに恐怖と不安を覚えたアブルは病院への不信感を募らせ逃亡。病院の外では他の治療法を探すなど彼なりに模索するんですが、結果どうすることもできませんでした。結局逃亡してから約8ヶ月後、再び病院へ。しかしその時彼のイボはさらに増殖しており、今までいなかった場所にも広がっていたんです。特に手に広がったイボは重く痛みを伴うため、アブルはこの両腕ごと切り落としてほしいと医師に頼んだことも。ダッカ病院の医師たちは切り落とさずに治療法を探すつもりだと治療に意欲を見せているんですが、実際のところ根本的な治療は見つかっていないんです。やっぱり再発しちゃったんだね。相当しぶといわね。なんかガスパリが言うようにさ、切除じゃ治んないんじゃないのって思っちゃう。もうどう考えても治んないですよね、今までの事例見てると。なのでガスパリが提唱していたようにね、投薬とか含めて、もうちょっとねその物理的なもんじゃなくてね、科学的にね基づいてこう根本的に治療していかないとね治んないですよ、これは。実際中国ではツリーマン症候群にかかった男性が切除手術と投薬の同時治療によってかなりの回復を見せたという事例があります。しかしそれは完治したと確認できているわけではないんです。つまり今現在このツリーマン症候群の根本的治療は確立されておらず、少なくとも切除のみでは再発を繰り返すことは確実なんです。治療にはツリーマン症候群を引き起こす免疫機能障害がネックになるため、免疫機能を高めヒトパピローマウイルスを撃退する治療、そして免疫機能障害を持つ DNA を正常に組み換えるといったような遺伝子レベルの解明が重要なのではないかと言われています。難病に苦しむ人の中にはその病気を理解されないことから偏見や差別を受けている人たちがたくさんいると思います。しかし私たち自身やその家族、そして友達の誰もがその難病にかかる可能性があるということを忘れてはいけません。一人でも多くの人が病気を正しく理解することで、難病と戦う人たちが少しでも生きやすい世界になることを僕は祈ります。